はい。と、こんにちは、ホッティです。というか、もうさっきも配信してたんですけどね。とはい、ちょっとね、普段急遽、ちょっと配信ね、原則機種ね、気になる内容って出たので、ちょっと、これはちょっとお話というか、まあみんなで見たいなって思ったので、ちょっと急遽ね、入れさせていただきました。まあ、1時間もかからんぐらいでね、終わるつもりではあるんですけど、まあちょっとね、すごい結構多分元素民の方にはね、インパクトのある内容なので、ちょっとね、皆さんでね、見ていって、まあ、ちょっとね、イメージを膨らませていこうかなという回です。はい。あの、ちょっといろいろ準備がね、今、画面ちょっと撮ってるところなので、少々お待ちください。そう、元素騎士のインポート、インポートじゃないね、エクスポートかな、ロンドンのエクスポートのシステムに関する、まあ、新しいシステムの案が出ましたよ、ということで、まあ、かなり、なんだろうね。いや、私はなんかいいと思ったけどね。なんか本当にパッと見しかまだ見れてないんですけど、私はもう全然いいかなとは思ってて、で、まあみんなどう思うのかなっていうのをちょっとね、一緒にお話できたらなと思ってね、はい、今回ね、配信を開かせていただきました。こちらですね、ちょっとでかすぎる。ちょっと待ってね。ちょっとカットするね。これだね、これの、えーっと、500、800ぐらいか。えーっと、44さん、金田一さん、こんばんはです。いや、ちょっと本当に、昨日の今日じゃなくても、さっきなんですけど、さっきの今なんですけど、まあちょっと面白い内容だなということで、まあちょっとね、ちょっと配信でお話しさせていただきたいなということでね、まあ私も全然全部読めてるわけじゃないので、全然一緒に読んで、ゆっくり読んでいくような形にはなるんですけど、まあちょっとそういった形でもよかったら一緒に見ていってもらえればと思います。ちょっとね、内容がちょっと私もね、わかりきらない部分とかも多分あるので、まあそういったところをね、あ、こういうことかみたいな言いながらね、ちょっとやっていければいいかなと思ってね。はい。ーっと、うん。下をちょっと切ろうかな。下が。うん。わあ、切りすぎた。700ぐらいかな。700、800。まあ、こんな感じでいいかな。はい。じゃあちょっとね、見ていきましょうか。えーっと、まあ、元素騎士リバースプランということで、まあ、かなりね、リバースだからね、なんかこう、結構がっつり変えるのかなというようなね、ニュアンスのね、言葉遣いですよね。で、まあ、ロンドンのエクスポート、まあ、かなりなんかね、今めちゃくちゃ言われてます。そのね、出勤制限があるせいでとか、なんかこう、ね、出勤が少ないとか、まあ、いろんなね、課題があるなっていうのは、まあ、もちろん原則記事には常々あったんですけど、まあ、そこを、新たなね、案をちょっと出してきましたよということで、そちらをね、まあ、せっかくなので、ちょっと緊急でちょっと見ていこうかなというような配信になってます。で、まあ、結論から話したいですけど、まあ、結構やっぱり大きいなと思ったのが、ロンド鉱石なるもののね、出現ですよね。そこがやっぱり一番なんか大きなところかな。まあ、それに伴ってね、いろんなところが、動いてるのかなって感じはするんですけど、まあ、このね、ロンド鉱石というものを、まあ、ちょっとね、キーワードにしながら、ちょっとね、見ていこうと思います。ですね、まあ、これまずね、元素騎士の、まあ、現在抱える問題なんですけど、まあ、これ結構ね、まあ、多分、たくさんの方が多分言われてて、で、私もまあ、この辺はすごい、まあ、その通りだなっていう感じなんですけどね。えーっと、まあ、まず第一にね、えーっと、
今からゲームを始める人にとって継続ハードルが高すぎるね。これも本当に私これ一番多分思ってるやつで、初心者さんにね、厳しすぎるっていうね、このゲームがね。で、ロンドの出勤体験をするために、最低100ロンド分の MV インポートが必要ですよと。そう、MV をね、ロンドンエクスポートを今するのに、まずランクをね、なんか1かなんかに上げないといけないんですけど、VIP ランク的なね。で、ランクをね、1に上げるのに、100ドル分MV をインポートしないといけない。いわゆるこれも課金ですよね。だからこの課金しないと、体験が始まらないよっていうのが、しかも100ドルってね、結構、1万円超えてますから、結構ハードル高いなということですよね。で、課題2としては、無課金には成長もゲーム進行も難しいレベルデザインとしており、ゲーム序盤での離脱が目立つという、これも特に私が一番思ってるところですね。初心者さんへ厳しすぎるっていうね。もうコルキア平原で潰しみたいなね。そこを、本当に忍耐で、もちろんクリアされてきた方もいらっしゃるんですけど、ただやっぱり、今から新規ね、捕まえていく中で、ここはね、かなり大きなハードルかなと思ってるので、ここはやはりでも課題としているのはね、ポイント高いですね。で、お次が、おしゃれ装備の価値に関してですね。これもね、結構やっぱり思うんですよね。結構、結構なんだろう。サービス攻略において必須と言えないポジションとなっているということで、ベース SR が強すぎるとか、そういうところもね、やっぱり関係してくるかなと。正直ステータスはね、なんか正直そんなに変わんないのに、強い上に、で、修理費もね、その MV の修理費とかもいらないし、ね、ロンドでね、賄えちゃうっていうところもあって、ベース装備だけでね、プレイされてる方もいらっしゃるんじゃないかなということで、逆にちょっとおしゃれ装備買うメリットとしては、なんか早期にね、こうレベルも上げずとも、ステータスを上げれるぐらいのね、メリットしかないと思うんですよね。なので、そこをね、ちょっと、ね、レジェンド装備とか持たれてる方もいらっしゃるので、こういったところのね、価値がちょっと下がってるのかなという印象ですね。で、あとね、3つ目が、投資活動に対する見返りを正しく評価できない設計になってしまっている。これがそうかな。ランニングコストとして MMV を多く支払っている方と、そうでない方との間で、ロンドの出勤量に対する差を作ることができてないということで、これ MMV なのかな ?MV なのかなね、でも MMV、修理費かな修理費として使ってる方と、ルーンの出勤料、ここちょっとね、なんかちょっとあんまりピンとこないところではあるんですけど、でも、2番に近いことでもあるのかな。やっぱりね、ロンドで何事もうまくいきすぎてるとね、ところはね、あるのでね。で、それを踏まえて、エクスポート方法の変更と見直し。これですね、ロンド鉱石の導入。ここが結構大きなところですよね。で、M ロンドとロンド鉱石のエクスポートルールの違いです。で、おしゃれ装備のユーティリティ拡張、うんたらかんたらとかあるんですけど、一個一個見ていきましょう。あくまでね、ちょっと本当に読み始めてるんですけど、前に、ちょっとね、前置きとしてね、これはまだ案なので、これがすべて、実装されるというわけでもなく、おそらく CS 環境もね、かませて、実現していくので、これ、全然ダメや、みたいなのを、もちろん叩くのもいいんですけど、それに対しての、なんかこう、案とかを、なんかね、言ってあげると多分運営さんもね、喜びますし、で、こんな仕様になるんだったらやめるわっていう風にね、ならないようにね、まだわかんないんで。ただ、多分ベースとしてはこういう感じなのかなというイメージです。で、私はそれを踏まえた上で、ざっくり読んで、悪くないんかな、ぐらいの感じでね、置いてましたので、はい、それをね、見ていきます。まず1番、エクスポート方法の追加と見直しということで、方法の追加ですよね。だから、出勤、今やってるね、エクスポート、ロンドンのエクスポートはもちろんあるんですけど、それに加えて別の方法が追加されます。で、それがですね、これ現在のエクスポート方法書いてたね。書いてたね。
最低100ドルの MV 入金とランク1にね、エクスポートランクにならないと、M ロンドをロンドとして出金できないっていうね、これがあって、で、その他にもね、出金サイクルは、ここはいいや。で、現在のエクスポート方法は、一定額以上の投資に対する見返りが設計できてない。性的なリターンを設定できるランク制度だけでは動的な努力や投資を評価することができていないというね、ちょっと難しいんですけど、やっぱり投資とか、あれかな実際のプレイ時間とかそういうところにもリターンを、あれかな返していきたいという意向かなで、ロンド鉱石というものをね、導入しますよと。で、ロンド鉱石は、モンスターからドロップする新たな NFT アイテムです。どうだろうね、なんかこう、イメージ的には、ラスメモにちょっと近い感じのね、多分仕様なんですよね。ラスメモをやってない方とかもね、おられると思うんですけど、なんかその、ね、そういう、なんだろう、NFT、ロンドに交換できるアイテムみたいな感じですよね。そうだね、エルフの森の星の作物とか、あの辺とかにね、近い感じのイメージかな。アイテムとしてドロップして、それを、外にね、エクスポートしてあげることで、いつでもそのロンド鉱石をロンドと換金することができるということで、結構今私やってる BCG ゲームだと結構そういうタイプが多くて、バンキルの姫札とかも、エルフの森の星の作物も、あとおそらく、いや、それはないかな。そうですね。そのあたりに近いかなというイメージですね。で、NFT としてエクスポートし、マケプレのロンド鉱石交換所で、ロンドと換金することができます。はい。このロンド鉱石の導入により様々な課題に対して対策を取っていきたいということで、かなりこのやっぱりロンド鉱石が、キーワードになってくるのかなということですね。で、このじゃあロンド鉱石って一体何ぞやということで、これがね、多数グレードが存在。高グレードな鉱石ほど多くのロンドと換金できるということなんですけど、この感じを見てると多分ね、多分今ね、ゲーム内に実装されてる非小石とか、紫小石とか、青の小石とか、いろいろあるじゃないですか。あの辺とはちょっとね、まだ別物なのかなというイメージがちょっとね、つけられます。実際そっちの方がいいと思うんですけどね。スクリさん配信2連。そうですね。ちょっと急遽、元素騎士の、エクスポートシステムが変わるということで、ちょっとね、急遽させていただいております。ちょっと今気づいたんですけど、スクロールが変な内容だったので消しときます。で、強敵ほどグレードの高い鉱石をドロップする傾向で設計されてます。これは一緒ですよね。紫とかね、青とかの違いと一緒ですかね。エクスポートランク制度におけるドロップ判定数内でドロップ判定はされる。エクスポートランク制度におけるドロップ判定ね。ドロップ判定の、だから今だったら1080体が上限だと思うんですけど、1080以内じゃないとドロップされないよ、みたいな、そういう感じの内容ですね。その、ね、上限数も変わるんですけどね。で、使用するおしゃれ装備によってドロップ率が可変するシステムを採用。これですね。これがちょっとね、おしゃれ装備の新たな価値。レアリティの高いおしゃれ装備を使用するほど、モンスターが鉱石のドロップ率が向上する。このロンド鉱石というものは、おしゃれ装備をね、たくさん持っているほど、このね、ドロップ率が上がるということなんですよね。で、おしゃれ装備を装備しなくても鉱石がドロップするが、その場合は非常に低い確率となるということで、ここがやはり、無課金でもアーンできるというね、イメージもありますし、とはいえ、やっぱりおしゃれ装備を持ってるほど、ドロップ率が上がる。これまさにちょっと今、ラスメモと一緒。いや、一緒でいいけどね、私ラスメモのシステム絶対いいと思ったから、私はめちゃくちゃここがいいと思って、ね、ラスメモも NFT ドールの数がたくさんいればとか、レアリティ高いほどいいとか、そういうね、背景があるのでね。だからそれみたいな要素がここに入ってきますね。で、ロンド鉱石の、発行上限について、ロンド鉱石はグレードごとに発行可能数が設定される。だから高いやつほど少ないのかな。で、発行上限に当たったグレードの鉱石は発行可能数が追加されるまでドロップしなくなる。
だから、まあ、あれだね。今だったらね、まあ上限とか実際まあなんだろう、素材とかだったらあるけど、他があんまりね、なんか上限とかあんまり感じないんですけど、まあこれがちゃんとグレード鉱石には設定されてるというような感じですね。で、まあ、だからこそね、まあ、ここの発行上限数とか結構ね、しっかり規定してもらわないと、まあ、ゲーム側がかなり大ダメージ受けたりとか、ユーザーさんからめちゃくちゃ不満出たりとかありえますけどね。ロンド鉱石は時間経過で自動的に追加補充される仕組みを採用する。時間経過で自動的に追加補充。だからこれがね、固定なのか変動なのかも結構大事かなって思ってて、固定とかだったらね、今、例えば、まあ、それこそちょっとわかんないけど、エルフの森とか多分ね、星の作物がね、なんかこう、朝の方が出やすいとか、夜は全然出ないとかあるから、多分ね、その補充タイミングが決まってる系ね、そういうのだったら、なんかこの、だから補充される時間が分かってる人が、もうその時間に一気に回収しちゃってとかなっちゃうんですけど、まあ、それが結構、まあ、エルフの森ちょっとね、さっきちょうどそれで、あまりね、まあ、よくはないよねって話はしてたんですけど、まあ、ここがだから変動的になれば、変動的に追加されるとかだったら結構いいかなって。で、じゃあね、今じゃあ本当にロンド鉱石落ちるのっていうのがわかんないとかあると思うんですけど、それが一応、ゲーム内の情報や NPC が、まあそのね、公開予定ということなので、まあだからまあ、狩りにね、行く前にその情報屋で情報収集、今ロンド鉱石落ちるかっていうのを見た上で、なかったらじゃあレベリングしようとか、あるんだったらじゃあ金策の方しようみたいなとかを一応ね、選べるんじゃないかなというような、まあ内容になってます。はい。ここまでね、皆さんどうですかね。なんかもう、全然もういっぱい意見あればね、なんかこう言っていただいてとか、いや、それちょっと意味多分間違えてるよとかあればね、ぜひ言っていただければと思います。これ私がめちゃくちゃ分かってて説明するとかじゃなくて、私も今読んでるところというか、ほとんど読めてないのでね、ロンド鉱石なんだそれは、ぐらいの感じでね、見てますからね。ちょっとね、コメント読ませていただきますね。佐田さん、ちょうど引退考えてたからまだ続けてみようかな。まあ、そうですね。まあ、なんかこの投資額にももちろんね、影響されるとは思うんですけど、まあ、一応このアップデートがおそらく10月中という風にね、10月ぐらいにね、書いてた気がするので、まあ、ね、もし続けられる方とかは、まあ、ちょっとそれまでちょっとね、様子見という風にはなっちゃうんですけどね。まあまあ、ぜひぜひちょっとね、新システムね、見ていきたいですね、本当に。アスクリさん、まずロンド終わってるから、今のままじゃあ原子回収絶対無理だから、鉱石期待しとこう。まあそうね、ロンドね、ちょっとだいぶ価値下がってるからね。まあだから、まあ本当に、おしゃれ装備いっぱい持ってるほど結構いいのかなというのはありますけどね。情報屋に聞くのに、エムロンド消費する設定だそうです。これか。ごめんなさい。ここ見逃してた。ヘイさんありがとう。ここに書いてましたね。利用にはエムロンドが必要ということで、新たなエムロンドのね、使い道ですよね。まあ、この情報屋さんの情報量がどれだけ高いか次第ですけどね。どれ見たらちょっと読めないな。ここはちょっと本当に読めないけど、ちょっと破格すぎたら嫌だねっていうね。まあまあまあ、でもね、やっぱそういうのがまあ一応出てきますよと。ここ難しいね。エムロンドね、調べて、まあ、ない。いやー、ここちょっと読めないね。はい。次行きます。ランド鉱石導入による暗要素の変化。エムロンドからのロンドエクスポート量は全てのランクから減らします。これは、ナーフです。皆さんね、悲しきナーフが来ましたよということで、詳細はね、一応スプレッドシートにも書いてあるということで、ちょっとシート、ちょっと呼び出せるかちょっと見てみますね。なんかさっき見たんですけどね。まあちょっとそのね、そこのナーフ部分ちょっと受け入れがたいという人も絶対いらっしゃるとは思うんですけど、まあちょっとまだ確定じゃないのでね、ね、まだなんだろうこの額はちょっと本当にやめてくださいぐらいの感じでね、言っておけば多分大丈夫なのでね、物申される方はという感じですね。ちょっとこれ、ジョジョさんの投稿
に、ジョンさんがね、ちょうど投稿されてるやつあるんで、ちょっとそれ映すのちょっとあれなのでね、置いとくんですけど、ちょっと一つの目安としては、エクスポーロンド鉱石の、換金用にね、そのロンド鉱石というものが、出現するので、そこでロンドを渡す分に、今多分プールに入れてるロンドとかをね、回したいということなんですよね。だから出金システムがね、2つになるイメージだから、固定でね、エクスポートランクで出金できる分と、そのロンド鉱石というもので出金できるものの2つになっちゃうから、そこをね、分け分けしましょうというようなことですよね。だから、今のエクスポートで出金できるやつが減っちゃうという感じなんですよね。で、ランク5の方も結構多いかな。私ランク5なんですけど、一応今ね、1万ロンド分出金できるんですけど、なんと3分の1の、3000ロンドしか出金できない。だから今でいうランク3相当の、ロンドしか出金できなくなるみたいです。で、出金のクールタイムには変化がないみたいですね。で、なので、今だったらね、12ドルぐらいだから、4ドルか。4ドルしか出金できないということで、結構ダメージでかいですよね、これは。だから、本当にロード鉱石ちゃんと集めないと結構響きます。裏情報やするか。会員には定期的に意思情報を教えて。でも確かにそういうね、商売もありますよね。会員カードを持っていれば、情報屋に聞くの値段下げてほしい。確かにね。あれ、M ロンドね、ちゃんと、ね、引かれる、本来何でも割引されそうな感じだから、そこをね、適用されてほしいですね。そういうのはね、もうね、やっぱりね、もちろんここに言っていただくのも嬉しいですし、運営さんにもぜひぜひ、まとめてね、投げちゃいましょう、本当に。はい。従来のエクスポートランクにおける各ランク帯別の出勤量は減少しますという、これがね、本当に皆さん悲しき事実です。これがね、本当にどれぐらい減少するかはまだね、確定じゃないんで、今ね、出勤テーブル別で、ジョル太郎さんのね、X の投稿とかで見れるのでね、それ見てみてください。はい。で、おしゃれ装備の価値向上ということで、高レアリティのおしゃれ装備ほど、強化レベルが高いほど宝石のアーン能力を評価します。で、ベース装備にはない独自のユーティリティをおしゃれ装備は獲得し、おしゃれ装備の価値保全向上につながります。これはね、いいと思います。すごくいい。今やっぱりおしゃれ装備とベース装備、ステータスとか、以外だったら、あと修理費のね、かけ方とかね、そのぐらいしかない。あとはレベル1から装備できるとか、そういったところしかないんですけど、そこがね、かなり、おしゃれ装備自体に、能力がつくということで、高レアリティの、もちろんレジェンドとかスーパーレアとか、あの辺ももちろんそういったね、アンレベルが上がるというのは、かなりね、いいかなと思いますね。で、あと、さらに強化をしてるほど高いということなので、フル強化するのにね、めちゃくちゃお金ね、めちゃくちゃかかるんですけど、それも、一応メリットにはなるかなということで、そこの、パーセントの割合はさておき、そこの考え方は素晴らしいと私は思います。ラスメモみたい。はい。で、積極的に経済圏を循環させるプレイヤーを消化するシステム。私のことだな。私を評価してくれ。同時にレアリティの高いおしゃれ装備を使用してゲームをプレイされている方は、他と比較して MMV による修理費を多く消費されている方となります。そうだね。めっちゃ修理費使ってるね。もう、エクスポートした分、ほとんど、ね、修理費に消えてる時期とかあったからね。これまでのエクスポートランク制度では、ランク条件以上の貢献を評価し、ランク条件以上の貢献。はい。その上でアーンされる額の大小をコントロールできてなかったのですが、ロンド鉱石の使用追加に伴い評価を戻せる形へと変化します。この感じはあれかね。ここのおしゃれ装備の価値向上につながる感じの内容だね。結局やっぱり、ね、SR 装備とかで修理費とかめちゃくちゃかけてた人とかも、ちゃんと、ね、やっぱりそのレアリティ高いやつほどアーン能力上がるっていうので、ここに起因してくるのかなというイメージですね。
はい、じゃあ次に行きましょう。合ってるかな合ってるかわかんないけどね。はい。で、エクスポート方法の変更による変化まとめということで、まとめですね。UV の使用量が大きいプレイヤーに対するロンド還元量が向上される。これはまあそうですね。おしゃれ装備の強化とか修理とかね、しっかりされてる。まあ、やっぱり、ベース装備の方がね、今、入手性も良く、で、ステータスもやっぱりめちゃくちゃ高いのに、かなりお安い感じにはなってるんで、マーケット見たらね、やっぱりそこでの差が出るのは、すごいいいことかなと思いますね。で、まあそういう人に、そういう人ほど手厚くロンドが還元される。まあ、あれだね、おしゃれ装備にロンド、アーンのね、価値、アーンのレベルが上がるみたいなイメージですよね。初心者の方も出勤体験を行うことができるようになる。これはいいね。始めたばかりでおしゃれ装備を持たず、エクスポートランクを満たせてない。100ドルもね、エクスポートするの大変ですもんね。インポートね。100ドルインポートしないと、今までだったらエクスポートできない。そこから初めてエクスポートができるんだよ、みたいなのが、かなり低確率だけど、ロンド鉱石を入手する機会が得られるので、ここはめちゃくちゃいいと思いましたね。で、決して大きい金額ではありませんが、BCG として出勤体験が得られることで、これまでよりもサービスの継続意欲やプレイ動機、NFT の購入モチベーションなどにつながると思われますと。これはもう本当にその通りだと思いますね。まあその低確率、もうどれぐらい低確率かとかも、まあそこはね、本当に CS 環境でやっぱりちゃんと調整していってほしいんですけど、ね、まあみんながみんなが難しいけどね。まあおおむね多くの方が納得いくような、まあ、バランスにね、落とし込めたらすごいいいなと思います。いや、これ本当にね、私的にはなんだろう。インポートじゃないな。名前忘れちゃった。名前忘れちゃった。ちょっと待ってね。思いつく。ガチャのね、ガチャじゃないわ、招待とかも、あれ、めちゃくちゃ使う価値が出てきて、MMV ね、もらえるわけじゃないですか。で、ガチャもこの調子でちゃんとね、実装してくれれば、今ちょっと春から止まってるけど、ガチャはちゃんと実装してくれたら、新規の方がおしゃれ装備のガチャ回して、で、それでおしゃれ装備の、レベルが、まあ、入ってるやつが手に入るっていうので、まあ、よりこういうロンド鉱石が落ちやすくなる。とはいえ、やっぱり修理費とかが必要になってくるから、まあ、じゃあ修理費ちょっと入れてみようかなっていう気にもなるかもだし、そのロンド鉱石で修理費賄えるかもしれないしっていうね、まあ、いろいろ、こう、循環があるかなと思うので、まあ、すごいいいなと思いました。りょうさん、個人的には両アプデだと。いや、そうですよね。私も結構いいんじゃないかなっていうね。まあ、細かいことも別に、まあ、私はあんまり気づかないので、まあ、いいのかな。まあ、私結構やっぱり無課金目線でやっぱり話すことも多いので、まあ、そういう意味でも、もともとね、無課金でも、まあ一応アーンできる要素としては、エクスポートよりもね、ちょっとした NFT のドロップ、素材、ベース SR の型とか背中の素材とか、あれのドロップ狙うとか、あと何かななんかあったかなまあドラゴンタワーね、初級とかでも行けるようになって、傭兵でとか、まあそういったところでようやくアーンだったのが、まあロンド鉱石というね、まあかなり近しいところから、まあ可能性が出てくるということなので、まあ、そこはいいのかなと。で、普段のね、レベリングの中でもそういったチャンスが生まれるのは、まあ非常にいいことだなと思います。はい。で、おしゃれ装備の価値の向上、おしゃれ装備に新たなユーティリティ、ロンド鉱石のドロップ率向上が追加されることで、フロアプライスやゲーム内で使用することの価値の向上につながると考えています。いやー、本当にこれはいいと思います。いや、私もちょっと、今実はね、これ、配信するか、右手の SR 買いに行く、右手の話はちょっと後でするんですけど、まあ、SR 装備を買いに行くかでめちゃくちゃ悩んで、でもちょっと今、バイビットの方に、お金を今送ってるところなので、ちょっとできないなっていうことで、まあ、配信の方をやってるというぐらい、ちょっと今、購買意欲が高まってて、まんまと、やられてますね、ということです。はい。めぐみんさん、LR おしゃれ強化する人増えて MV 上がりそう。そうだね。確かにこれも、そう、強化する価値がね、強化にもこのドロップ率向上の、パーセントがね、乗ってくるからね、これはいい、本当にいいと思いますよね。
ロンドンの価格が上がるかは微妙ですね。まあ確かにそこはね、確かにそうかも。そういう意味ではね、確かにやっぱりこういう鉱石、ロンド鉱石的なね、要素を入れてる、ファンキルオルタナとか、エルフの森とか、そういう NFT を固定倍率で交換できるような、仕様があるんですけど、それ系統のやっぱりエルフトークンとか、ファンキルの姫トークンとかの価値自体は結構あんまり上がってるところを見たことないので、むしろちょっと下落傾向には行っちゃう可能性はね、ちょっと、そこだけちょっと怖いですね。確かに鋭いですね。全然気づいてなかった。いや、ありがとうございます。おそらく運営さん的には稼げることができる M ロンドが下がるので、それでロンドをインポートしてほしいんだと思う。なるほどです。確かにね。運営さんからしたらね、M ロンドの価値落ちたらね、M ロンドというかロンドの価値落ちる分にはね、私たちのエクスポート額が下がるだけだからね。だけなのかな。なんかね、そういう意味でもロンド鉱石の方にどんどんウェイトがいくのかな。そっか。ロンドンね。それを機にね、ロンドンインポートしてっていうことですよね。ロンドンのインポートもね、インポートラッキちゃんが来ないとやらないぐらいの感じだったのでね。だからこそね、優勝 M ロンドとかにね、価値がついてくるといいなとか思ったりしますね。じゃあね、次ですね。フィーさんね、新規コンテンツ欲しいですね。そうですね。いや、本当にそれこそ、フィーさんおっしゃられてたね、なんかちょっとした迷宮みたいなんとかも、ああいうのをね、例えば優勝 M ロンドとかで提供してくれたら、行きますけどね。インポートしていきますけどね、という感じはしますけどね。ちょっとなんかレベルの高めの、ね、ダンジョンみたいな。どうですか？じゃあ、2番ね。これ2番かな私の、大丈夫か配信。M ロンドといや、本当にめちゃくちゃボリューミーなんですよね。まだ半分。じゃあ行くね。M ロンドとロンド鉱石のエクスポートルールの違い。これはさっきのね、M ロンドとロンド鉱石違いね。M ロンドの方はね、M ロンドの方は最低100ドル以上の MMV インポートが必要。これは変わらずですね。変わらずこの仕様が付きまとってきますので、固定でね、やっぱり何日ごとに引き出せるというのはいいんですけど、やっぱりこういうね、MV のインポートが、条件になってくるという風にね、ちょっと条件が難しいものですよね。で、ロンド鉱石、一方で、ロンド鉱石に関しては、これエクスポートの条件だから、ロンド鉱石は異次元倉庫に預けてエクスポートが可能ということで、EKYC は入れるかもしれないという感じですよね。だから無課金でも、本当に最低0ドルからいけますよっていうことですよね。で、エクスポート量の上限設定は、ランクごとに上限が設定され、エクスポートできる量が決まる。これは、今まで通り。ただ、今までよりエクスポート量は減ります。結構減りますね。3分の1ぐらいかな。なので、ここね、結構、これがシビアだと思う方も絶対いらっしゃる。はい。で、ロンド鉱石のエクスポートに関しては、集めたロンド鉱石の分だけ、ロンドとの交換が可能ということで、これ本当に集めるだけロンドを稼げるということなので、本当にね、ちゃんと補充されてるタイミングとかを見計らって集めることができれば、全然今のね、エクスポートシステムより、もしかしたら稼げるかもしれないし、稼ぐためにはやっぱりおしゃれ装備の高いレアリティのね、ものがあるほど有利にはなれますよということですよね。エクスポート機会の制限ですが、エクスポートすると一定期間出金が行えなくなります。これはね、中何日っていうやつですよね。で、ロンド鉱石はいつでも交換可能です。ここはそうだね。で、ドロップ判定数の制限。本アップデート時に、どのランクにおいても一律1日500体という風に変更されます。これ、一律なんですよね。だから、レジェンドホルダーの方も500体になるみたいなんですよね。だから、レジェンドの方がね、やっぱり数多く枯れるというのもちょっと減るということなので、そこはちょっと、ホルダーの方々のね、ちょっと印象次第ですけども。その分、やっぱりレジェンドかなりね、ドロップの、ロンド鉱石ドロップへの貢献的な、ポイント的な部分はかなり高めなのでね、そこでカバーするのかなという印象ですね。どれね、今後、鉱石に変わるようだな。そうですね、結構やっぱり鉱石の方に、
価値も増やしていくのかなと。エクスポートランクはまあまあ、ほどほどにぐらいか。まあ半々かちょっとわかんない。そこのね、ちょっと割合感覚はちょっとわかんないですけど、まあおそらく鉱石の方がウェイト大きくなるのかなって。まあ3分の1だからね、だから3分の2がロンド鉱石に行くのかなってイメージはしますけどね。3分の1が、まあ制限額がね、3分の1になっちゃうから、3分の2は鉱石に行くのかなというイメージですね。エクスポートランク制度の変化によって生まれる変更ね。いつでも誰でも得られたロンド鉱石の分だけ、ロンドと交換できる。エクスポートランクとは関係なく、ロンド鉱石を誰でもいつでも交換できますと。ロンド交換所におけるロンドとの交換では必ずロンドと交換できるようにするので、換金できないなどのトラブルは減らせる。だから今だったらね、エクスポート、なんかこう、時間帯というか、タイミングによってはね、プールがないとかで、出勤できないとかあったじゃないですか。それがまあなくなるとかね。だからそれもまあ、そこに関しては確かにまあ、ロンドの印象的にはいいのかな。まあ本当に、そうしてくれるんでしょうね、というふうにちょっとね、思ってしまう。多分ね、皆さんやっぱり原則し長いことされてるので、本当にそうなのみたいな。交換できなくてちょっと不具合ですとか言って回避されるんじゃないのって思われる方も絶対おられますね。まあまあ、でも一応方針としては、まあいつでも必ず交換できるというのをね、売りにされるみたいですね。投資額を適切に評価がなされていなかったエクスポートルールが見直されます。まあ、おしゃれ装備ですかね、やっぱり。投資額。経済活動が大きな方、投資がね、まあ、養分ね。養分の人には、ロンドを大きく申し差し上げたかったのですが、これまでのルールでは一度、なんだこれ、100ドル分のインポートランクの上限に達してしまう、1000ドルか。1000ドル分のインポート、ランク5ね。ランク6になるにはね、レジェンドいるけど、ランク5までは一応ね、まあ1000ドルまでインポートしたら OK。でもそれ以降はね、差をつけたね、設計ができてませんでした。そういうことですね。まあ確かに。本案導入により、おしゃれ装備ではドロップ率が、キャラの強さで高グレードのロンド攻撃を落とす、倒せるといった状況で、まあなんか、各自経済活動をリニアに評価し、ロンドの入手量を設計できます。まあだから厳密にはまあ1000ドルインポートした人と2000ドルインポートした人で、そこの、上積みのね、1000ドル分自体に対して、なんか新たなメリットをこう提供しますみたいなのをやってるわけではないんですけど、まあ、ただ、まあ、やっぱり2000ドル分 MMV インポートしたような方って、やっぱり1000ドル分の方よりもおそらく強化してるんじゃないかなとか、おしゃれ装備大事に使ってるんじゃないかなみたいな感じの、ね、つなげ方ですかね。このニュアンス的には。まあだからそういう人には、まあおしゃれ装備やっぱりちゃんと持ってるとか強化してるから、まあ、ロンドがね、入手しやすくなりますよねっていう感じの、まあ、ね、フォローかなっていう感じですね。まあ、ちょっと、まあ、まあ、そこはね、直接的にはどうだろうねって思う人もね、絶対いらっしゃるかなと思いますけどね。はい。で、ドロップ判定数の最適化により、ゲームの拘束時間を短くし、ロンドのインポート需要を同時に強化。これはなんだドロップ数の最適化拘束時間を短く、ロンドのインポート需要を同時に強化。まあ、あれだよね、ドロップ制限が1000体とかだったのが500体になるんだよね。ドロップ判定数によって素材 NFT の供給、各種小石の NFTCIL、エムロンドの供給量がコントロールされておりましたが、現在の状況より少なくとも、エムロンドは救急過多な状況になっていると分析しております。なんかエムロンド、なんかすごい溢れ返ってるみたいなね。まあ、確かにね、私はまだだけど、私の知り合いとか結構もう、強化もしきって、でもなんか、ラッキーチャンスのインポートとかでインポートしちゃったけど、なんかめちゃくちゃ余って、もう強化もすることないし、もうどうしようこのエムロンドみたいな。なんかもう結構持て余してる感じの人とかもね、その人よりも多分強い人とか多分そんな感じになるし、まあなんか結構やっぱり持て余してるとか、まあ金策ができすぎてしまうとかがあったのかな。まあ、そこはね、私たちの努力の結果ですけどね、と言いたいところもありますが、そこで1日のドロップ判定数を500体まで削減していただくことで、エムロンドの供給量を制限させていただきます。
まあだからあれだよね、日給がシンプルに下がるよねっていう。なんかキノコとかだったらね、大空洞のキノコとかだったら、だいたい今、1日で1080体倒したらね、40ドルとか50ドル分ぐらいのエムロンドを一応獲得できたんですけど、まあそれが半分になるというようなイメージですね。だから25ドルぐらいかな、今の魚ぐらいかな。魚はだから1級10ドルぐらいかな。海岸のね、カルハリ海岸の魚ね。で、対して、素材 NFT のドロップ率については、今まで同様の、ちょっと待ってね。素材 NFT のドロップ率については、あれか、青の牙とかあの辺ね、今まで同様の設定の場合、供給不足を招る可能性が、確かに。供給が足りてないと思われるアイテムについては、ドロップ率の向上で調整させていただく。そういうこと？だからあれだよね。ベース SR の背中とか肩とかね、作るのに必要だったね。青の牙とか、ね、青の雫とか、なんかいろいろあるよね。ピエールが落とすやつとか、なんでもあるけど、あの辺が、あれだよね。500体までになっちゃうと、もうそこで1000体買ってた人が、入手できる数がね、半分になっちゃうじゃんっていうことなので、それを、ちょっと、倍にしようかなって。でもただ、供給量が足りてないと思われるやつだから、これは、どれだろうね。どれを指してるかちょっとわかんないけど、黄色の雫とかね、結構めちゃくちゃ溢れてるイメージあるんで、あそことかじゃない気がするけどね。はい、ちょっとここはわかんないですね。何が対象になるかはわかんないです。はい、じゃあ、3番いきましょうか。すごい多いね。おしゃれ装備のユーティリティ拡張。KD 劣化のルールの変更ということで、おしゃれ装備が新たに獲得するユーティリティは、さっき言ってたね、ロンド鉱石のドロップ率を底上げすると。で、高レアリティ、強化レベルの高いおしゃれほど腕力が高まります。言ってることがね、さっきも一緒ですね。これ大事。これさっきね、私がSR 右手買おうとかを言ってた話ですね。これね、装備の CND 劣化やルール変更。これ大事ね。攻撃やスキルの使用で武器の耐久値が劣化し、敵からの攻撃で、いずれか防具の耐久値が劣化する仕様となってました。だから武器の方がね、絶対攻撃回数の方が多いから、武器の方が消耗するよねっていう話ですよね。だから結構右手をつけずに、金策をする人とか結構いたわけじゃないですか。だから、それ対策ということで、本案導入後、おしゃれ装備ね、皆さんね、するために使う必要があるので、劣化しやすい武器と劣化しづらい防具っていう差はもうなくしましょうということなんですよね。だから、攻撃する際も、敵から攻撃する際も、武具か防具問わず、装備してるおしゃれ装備、並びに兵士装備か。から、重戦された一部位の耐久値が消耗するシステムに変更することで、武器が使いづらい状況を回避できるようにしますということなので、これステータス面で言うとやっぱり右手が、やっぱり一番総合値高いので、圧倒的にやっぱり右手有利かなっていうことで、右手の需要高まるかなっていう印象です。で、時点でやっぱり左手もね、防具よりはね、ステータス高いもの多いので、防具じゃない、左手も結構人気出るかなという印象ですね。だからね、逆に言うと、左手でめちゃくちゃステータス高いとか、縦扱いで強かったとか、なんかそういう系の左手装備の価値は、落ちてくるのかなという、サイバーの左手とかそうかな。おしゃれ SR のね、サイバーの左手の盾とか、あれとかもね、武器じゃなくて、防具だから、もちろんステータスも高いんだけどね。でもなんか、ちょっと印象よりは下がるかなというイメージですね。同時に武器と防具では武器の方が高い耐久値に設定されてたんですけど、防具側の耐久値は武器と同様に調整しますと。もう本当に完全にもう一緒。武器も防具も一緒。扱いが一緒になりますね。ギラちゃんさんいつの間にか元素になってる。いや、そう、ちょっとね、ロンドの出勤システムが、結構変わってきたので、内容変わって、ね、がっつりちょっと変わりそうだったので、ちょっとね、緊急でちょっとお話しさせていただきます。はい。りょうさん、サイバー買ったばかり。これサイバーの盾ですか？うわ、それはちょっと辛いかも。右手とかだったらね、めっちゃいいと思いますけどね。
右手の中、そうそう。だから右手本当にいいと思う。おしゃれ装備のユーティリティ拡張、CND ルールの変化による、これまとめね。そうです。おしゃれ装備 NFT の価値が向上しますよと。これはね、もう何度も言ってるように、アーンのね、レベルが上がるので、アーン能力が向上するので、おしゃれ装備の価値が上がります。で、装備の使用に幅が生まれます。今まで多分耐久値減りやすい修理費が多いっていうので、武器があまり使われないという傾向だったんですけど、ここに防具と武器の差がなくなるということなので、絶対右手人気出ますよねっていうことですよね。だからちょっと右手ね、ちょっと欲しい。左手、じゃあいいじゃないですか。めちゃくちゃいい。いいじゃん。左じゃ良くないのか。ごめんなさい、間違えました。左手だったらね、高価なやつですもんね。そっかー。なるほどです。ちょっとそれは残念ですね。タイミングが悪かったですね。いや、私も実はね、ベース SR の右手、使わないかなってフル強化したやつ売ってたんですけど、今日ちょうど売れてちょっと、今日ちょうどね、売れちゃってで、これが来てて、ちょっと発狂気味ですね。いや、ちょっと新しく買わないとみたいな先見の明がなかったですね。セットアップおしゃれ装備と単 V おしゃれ装備のバランスが釣り合うようになる。CND の検証ルールに課題があり、セットアップは、単 V よりも CND の元素が激しかったけど、これによって変わらなくなるよっていうね。それはそうだよね。確かに右手、ね、天野はね、天野系はなんか右手が、やっぱりそこの右手の負担がちゃんと防具にもかかってくるとかで、すごい減りが早いっていうイメージあったので、そこがルールほとんど一緒かな、もう実質。だから、気にならなくなるかなというイメージですね。右手売らなくてよかった。いや、それはもう本当に賢明ですね。いや、私もちょっと早かったな。ちょっと急ぎすぎました、売るの。はい、じゃあ、4番、これラストの項目かな。その他、本企画を実施するにあたっての変更調整ということでですね、二次元相互への預け入れ費用に関する変更。ここちょっとあまり私読めてないので、ちょっとゆっくりいきますね。NFT のフロアプライス維持、ロンド価格維持高校を図るため、ロンドの価格維持、頑張るんだね。本企画アップデートタイミングで異次元倉庫の預け入れ費用について変更。これはちょっと、これは結構ちょっと怖いな。ロンド鉱石の預け入れ費用は無償。ロンド鉱石は無償。対してその他のアイテム、総務の預け入れについては、優勝ロンドで優勝 M ロンド出ましたよ、これ。M ロンド、インポートしないといけないんだ、これ、ロンド。同時に、現在の預け入れ費用を優勝 M ロンドで行うには高すぎるため、預け入れ費用の価格形成も、同時に進めます。そうだよね。これ優勝 M ロンドでだって、ね、ベース SR 預けるとかなったらめっちゃ高いもんね。どうなんだろうちょっとわかんないな。カバン倉庫のワックスアップ。新たにロンド鉱石という必ず持ち帰らないといけないアイテムがね。そっか。ね、カバン、皆さんね、多分、今のね、感じでいっぱいになる感じだと思うので、そこがロンド鉱石分広がりますよということですかね。10個かつ。そこはわかんないや。10個ぐらいというね。これが変更箇所。おしゃれ装備の修理費について。攻撃をされるスキルを使うなど、耐久値を減らす行動に対して、それぞれ関係なく耐久値が減少するようになるため、武器よりも少ない耐久値だった防具の耐久値を武器と揃えます。武器よりも少ない耐久値だった防具の耐久値が上がるんだね。おしゃれ装備の、変更前が、こんな数値あったんだ。これはちょっと見てもね、パッと、武器系が76万ぐらいで、防具系が一応46万みたいな設定されてたみたいですね。で、おしゃれ装備の修理費は、耐久値によっての修理費、こんな計算してましたよ、というような話だったんですけど、それを、この防具側の、あれですね、この46万をこっちに寄せる。あれですよ、武器側に耐久値を寄せるというようなことで、なんか全体的に見たら、一応修理する数はちょっと減るのかな。いや、どうだろう。結局右手が響いてくるのかな。ちょっとわかんないな。でも、
そっちに寄せる。まあ、ここはね、ちょっとCS 環境で多分ね、検証される方たくさんおられるので、まあまあ、そこの情報を拾っていきましょうということですね。エクスポートするのに、いちなちさんが、エクスポートするのにインポートロンド高かったら、パニックになりそう。いや、そうだよね。なんかエクスポートするのに、インポートロンド。そう。今、そう。多分これかな。これとかそうかな。違うか。違うな。違うけど、まあ、そうだよね。ただベース SR 装備とかね、30万とか50万エムロンドぐらいかかるのに、それ優勝で用意しろって言われたらね、30ドルとか50ドルね、インポートしないといけないっていう、みたいな。ちょっとそこがやっぱり怖いから、そこは多分ね、変わるとは思う。で、まあ、ちょっと変えますっていうニュアンスのね、言葉も一応あったので、まあ、ちょっとそれを信じましょう。ベース装備も、おしゃれ装備と同様で、防具の耐久値伸ばしますと。で、ベース装備や装備によって耐久値に揺れがあるため、以下は最も多いパターンの、揺れあるんだ。そんなんあるんだ。まあでも、基本的には右手に全部揃えるという感じですね。はい。変更箇所、おしゃれ装備のレアリティ、強化レベルに応じたアーン能力の変化。おしゃれ装備は、モンスターからロンド鉱石をドロップさせる新たな効果を得ます。もうこれ本当にめちゃくちゃ強く押してるから、多分ここは本当に大切にしたい。ね。大事なことなので、2、3回言いましたみたいな、そういうことですよね。1日のドロップ判定数を超過した場合、装備に関わらず、ロンド鉱石はドロップしない。だから、ノーマルでもレジェンドでも関係ないっていうことですよね。で、マーケプレなどの取引を除いて、おしゃれ装備の貸し出しとか、ロンド攻撃を不当に稼ぐ行為は厳しく取り締まりますということなので、まあ、ここはちょっと私よくわかんないけど、まあ、そういったのがあるのかな。まあ、そこが厳しくなりますということですね。で、これが実際のドロップ率の表ね。これはちょっと計算しないとわかんない。計算してくれてんのか。これが、装備1点におけるドロップ率。ノーマルが 0.1%。レアが 0.3%。ここちゃんとね、価格違うのいいね。だいたい3倍ぐらいのね、価格になってるのいいね。で、SR 装備はさらにその3倍。そうなんだ。まあ、価値的にはね、なんかこう SR って、なんかこう285ドルぐらいなのかな。違う。それごめんなさい。それ経験値だ。だから、運営さん的には、レアのだいたい3倍ぐらいの価値なのかな。で、40ドルのレア装備としたら、それの3倍ぐらいの価値のイメージを持ってるということですよね。で、レジェンドレアは、すごいね、1個あたり 5%。だから、まあ、こちらが、そっか、まあ、でもそれからね、そこにさらに、まあ、レベル強化による加算値とかもあるのでね、まあ、それも踏まえて、で、しかもやっぱり、おしゃれ SR は、まあ、7V 装備できますよ、とかの関係もあるから、なんだかんだ、こことかすごい、イメージしやすいかも。レア装備の、まあ、一番やっぱり多いパターンだと多分ね、レア装備の未強化済み、おしゃれ SR の未強化済みが多いかなと思うので、まあ、ここちょっと見ますけど、おしゃれ装備の、未強化で全 V 装備の場合が、おしゃれレアだったら 1.5%。なんかかなり低そうな数値ですよね。100体倒して、ロンド鉱石1個ぐらい。で、それが、最大強化。レベルね、30まで上げてたら 2.25%。まあ、100体で2個ぐらい。はい。で、SR だったら、未強化でも全部装備したら 7%。だから、おしゃれ SR 全部装備して未強化と、全部を強化したおしゃれレアとかだったら、今だったらこっちの人の方が絶対多いんですけど、全然、ここのドロップ率は変わってきますねっていう感じですよね。だから、本当に1個集めるだけでかなり影響が大きい。で、最大強化、全部装備のドロップ率は 10% にまで上りますよということで、かなりやっぱり SR ぐらいからかなり価値の大きさが出てくるイメージですよね。まあ、これもあってね、本当にちょっと私は今負けプリにめちゃくちゃ行きたいけど、ちょっとまあ配信終わってからね。ということで、フェイさん、ベース SR 装備はさらに価格下がりそう。確かにね。確かに。いやでもね、
まあ、ある意味、M ロンドをインポートしない、ロンドインポートしないと出勤できない、優勝 M ロンドじゃないと、なんか、ね、倉庫に入れれないみたいな、なんかそういう仕様に変わるんだったら、外に出るベース SR の数が減っていくので、減る傾向になるかなって思うので、どうだろうね。まあ、どうだろう。ちょっとわかんないね。でも確かにちょっと下がるかもしれないね。無償なら、現行のまま優勝なら、安く預けれるとかならいいのにね。無償なら、現行のまま。なるほどね。確かにね、今の30万 M ロンドとか50万 M ロンドとか、あれぐらいで預けれてもいいけど、優勝で、例えば10分の1で預けれるとかだったら、全然インポートしますけどね、ということですよね。まあ確かに、それもいいね。それもあり。私はそれぐらいの方がいいかも。なるほど。そっか、まだ確かにベース SR 下がるかな。まあ一応、やっぱり、おしゃれ装備がね、すごい上がる傾向に持っていきたいみたいなのでね。ちょっと下がるかもしれない。次が、ロンド鉱石のドロップ設定。もうすぐ多分ね、あと数枚で多分スライドがあるのでね。最後までご視聴ください。ロンド鉱石はモンスターごとに一種の、ちょっと待ってね。ロンド鉱石のドロップ設定？一種のロンド鉱石をドロップ設定する予定で強さに応じて価値の高い鉱石を設定します。ロンド鉱石はモンスターごとに一種の、だから、いろんな種類が落ちるってわけじゃないんだね。このモンスターはこの石みたいな感じですかね。またモンスターに対する割り当ては、1日数回に分けて、これはいいですね。私これ本当にこれしてくれるのかなってすごい悩んでたので、これがね、1日の、例えば、じゃあ9時に補充しますって言ったらね、みんな9時に狩り場行くからね、すごい意味ないじゃんってなるんですけど、これがまあ、数回に分けてということなので、これはいいですね。特定ロンド鉱石がプールから枯渇している場合は、別の狩り場へ移動するかプール補充をお待ちください。特定ロンド鉱石がプールから枯渇している場合は、これね、だから情報屋さん、でもそっか。だからどのグレードが今何個あるみたいなのがわかるのかな？これが、ロンド鉱石。ランク1。グレードかな？これが多分グレードのこと指してるのかな？グレード1とかだったら交換レート 1？ 交換レート1。交換レート1がちょっとわかんないけどね。1日の割り当て数が1400。なんかこれね、下の方が多いんだね。なんかわかんないけど。でもこれ、一応旅立ちの草原でも出るから、あれだよね。本当に無課金の人が通るね。コルキア平原まででも、一応グレード3っぽいところまでありそう。ランク3。で、結構皆さん、金策とかレベリングで使いがちのアギトから大空洞とか、大空洞ここなんだ。グレードちょっと低め。で、逆に、地響きの神殿とかのドラゴン系ね。ドラゴン系が多分進むところが結構グレード自体は高い。で、ダークネスこれ人気出るね。ダークネスホールこれ人気出そうですよね。結構下の方にいるからね。で、ゼスもこの辺なんだね。で、ショードも結構高い。で、さらに奥のね、古城とか、バンディットロックもそうだ。入ってくる。パラディアストとか。そうだね、確かに結構思うのが、やっぱりパラディアス島の敵とゼスの森の敵だったら、やっぱりゼスの森とかの敵の方がね、はるかに倒しやすいのに、なのに結構、金策効率としては一緒みたいな感じだったら、それはね、早く倒せる方行くでしょうというので、結構ゼスとかに流れてたんですけど、そこをやっぱりこっちのね、やっぱりより高難度なところに、フォーカスするのはいいと思います。で、ごめんなさいね。めっちゃポイントくださってましたね。こんばんは。みけくんさん、こんばんはです。ホワイトグロースティックとかの見た目おしゃれとかも含まれるんでしょうかね。うわー、これはどうだろうね。これはちょっとね、表記ないからね、正直わかんないところですね。でもね、やっぱりおしゃれ装備というからには、なんかちょっと欲しさもありますよね。それだったらね、なんかもう見た目装備というジャンルでいいじゃん、みたいな。そこややこしいもんね。多分、
まあ、おそらくですけど、やっぱりそれだったら、それね、言われたら多分今かなり低価格で売られてるものが多いので、それをね、多分めちゃくちゃ回収して、バーって分配される方もいらっしゃるかもなので、まあそういう意味でもやっぱり経験値がついてるやつは厳しいのかなって個人的には思ってます。ただまあ実際のところはちょっとわかんないですね。マスクリさん、1ラウンド。これね、ちょっとわかんない。1ラウンドなのかな？ 1 ラウンドはちょっとね、少ないよね。これは、でも、割とそれぐらいな可能性もある。まあでもいろんな人にね、多分分配したいからっていうことでね、多分、まあ少ないけど、まあ幅広く用意してるのかな。まあ強い相手倒せってことで、まあそうですね。やっぱりおしゃれ装備しっかり使って強いとこ行こうねっていう。ギャちゃんさん海岸ですね。海岸どこだろうね。この辺かな？ランク5か6かぐらいかな？海岸ってどこになるんだろうね。海岸が書いてないけど。イメージ的にはなんかアギトぐらいとか、火山大空洞の間とか、この辺なのかな？はい。で、海岸はどこになるんだそう。海岸がね、ちょっと表記なくて、ちょっとわかんないですね。はい。まあ、こんな感じでね、なるみたいです。まあ、ちょっとね、まあ、また難しいですね。ダークニソウル結構いいな。行きたくなるな、これは。ねえ、足元遠い。70だから高めですね。まあ、確かに遠いところが、まあ、そういう意味ではね、パラディアス遠いですよね。結構近いのに。まあ、強いけどね。強いけど近いから、行きやすい。島とかね、バンディットロック結構人気でそうだし、まあ、あと古城で、やっぱりこう、こもるみたいな。翼出ましたしね。移動できる翼出たし、古城にこもる人もね、出てきそうですね。はい、変更箇所。ロンドエクスポートランクの、これですね。これちょっと私、見てたやつですけど、これがザ一番ナーフです。皆さん、これはね、ちょっともう、まあ、私はそんなもうまあ仕方ないかなっていう、そういうロンド鉱石っていうのに焦点を当てたいんだったら、まあこの形式はまあ仕方ないかなって正直は思うところなんですけど、まあ、人によってはね、やっぱりレジェンドをインポートした意味はとか、まあ、いや、おしゃれ装備にね、の価値がつくんですよっていうのを言いたいですけど、まあ、ここはちょっとね、わかんないや、ちょっと正直。でもまあ、明らかにわかるのは、3分の1になりますっていうね。レジェンドの人とかすごいね、4分の1とかじゃないこれ。まあ、3分の1以上か。3分の1。3分の1ぐらいです。で、ドロップ判定回数が一応500で、それぞれね、皆さん統一されますね。まあ、仮時間を減らせてあげたいみたいな感じのニュアンスですけど、まあ、どうだろうね。これそれこそやっぱりドロップ判定ね、オンオフみたいな機能、確かにちょっと欲しいけどね。いざね、やろうと思った時に、あれが、その情報屋さんが、今ないよって言われたら、じゃあこの時間借りしたくないんだけど、みたいな、なんかそういう感じになりますからね。なんかもう機能的なのは欲しいけどね。鍾乳洞はめちゃ遠い。ストーリー勝てないストーリーね。まあまたね、時間ある時にね、ストーリー一緒に頑張りましょうストーリー傭兵しますので、全然。鍾乳洞は遠いということで、4日に600円か。4日に。そうだね。エクスポートランクによってはそれぐらいということですね。で、あれかなランク5かなランク5は4日に600円かな今だったら。4ドルぐらいだからね。3000ってことは修理費にしか使えないかなで、0% なら治らないかもしれない。もうそう、確かに。いや、そうなんですよ。まあでもただ、なんかその右手だけがなんかすぐ壊れるみたいな風にはならないので、だからこう長い時間をかけて、まあ1週間ぐらい経ってから一気に修理ぐらいになるのかな。右手とかね、下手したら1日で壊れるんですけど、まあちょっと長い時間で貯めて一部直していくみたいな感じ。一部二部直すみたいな。まあここはね、ここのバランスは本当に大事だとは思いますし、ロンドの価値もインポートしてくださいっていうことなのかな。いや、でもそれはちょっとあれだね。だからここはね、難しい。ちょっとバランスわかんない、これは。CS 環境で試しましょうとしか言えないですね。はい、キャリーね。キャリー了解です。パーティーに対するロンド鉱石ドロップ判定方法について、
これね、パーティー全体で見た時のね、だから幸運リングとかのね、あの辺のイメージですよね。仮にレジェンドレア装備全持ちの人と SR 装備持ちで装備なし。結構これ傭兵のイメージですよね。なんかペア傭兵とかでね、やられてる方のイメージとかで、片側めっちゃ強くて、もう一人アサシンで、みたいな、とかなんかそんなイメージですかね。で、この場合、レジェンドの人が35.1% という風になってるので、違うな。各プレイヤーのドロップ率の平均値がロンド鉱石のドロップ率となります。平均なんだ。だから、レジェンドさんは、35% 持ってるけど、平均されたら、4人で平均取ったら 10% ぐらいに収まっちゃいますよと。だからこれだったらね、なんか2人で行った方がいいじゃんとか思っちゃいますけどね。で、これがパーティーに対するロンド鉱石のドロップ率となります。このパーティーに対して 10.6% の確率でドロップし、その上で、あれかね、ドロップ率の貢献度が高い人に割合でっていうことですよね。なるほど。LR は絶対その方がいい。いや、確かにこれ見るとね、35% でドロップして、でもそうか、ドロップ鉱石だからタワーじゃないからね。ドロップ鉱石、レジェンドさんそもそも結構ソロでやってるイメージだから、よりソロ化が進むみたいな感じなんですかね。だから、この辺で、だから私とかもね、だから結構そのレベリング配信とかで、例えばあんまり装備持ってない人全然連れて行きますよっていうこともするんですけど、そうなった時にやっぱりドロップ率のこの引き上げの割合が大きい人が、そのロンド鉱石、落ちる率は上がりますよということなので、そこはある意味ね、幸運リングもそうですけど、そこは公平かなというイメージですね。貢献度の高い人にちゃんと返ってくるイメージですね。上の図のドロップ率は現在考えている数字をということで、まだ最適化今後していきますということです。おしゃれ装備を装備していたとしても戦闘に参加せず、CAD を減らないような戦い方をしていた場合、無貢献扱いとなり、その方のドロップ率はコールされず、同時にルート券も得られなくなります。確かにこれ、そうだわ、極端な話ね、なんかこう、ちょっと、強めの、スパモンぐらいとかをね、こう狙った時とかに、例えば右手外して戦ってて、で、なんか最後の瞬間だけつけて、それでなんかこう決められるとかだったら、ちょっとやっぱり、不満の声絶対出ると思うので、そこ対策かな？だから結構ね、そこは確かによく考えて、ね、使用を決めていただきたいというところですね。ドロップ判定数は、ドロップ貢献をしたプレイヤーの人数で頭割りした数ずつ加算されます。ドロップ判定数は、ドロップ貢献をしたプレイヤーの数。だから4人でやってたら4回ずつ加算されますということだね。だから、これはだから、石とは別のイメージなのかな？なんかあれじゃないですか、非小石とか紫の石とかって、パーティー全体で落ちるかの多分判定が入るんですよ。なので、4人で、4倍速で狩れば普段と一緒みたいな感じなんですけど、4人で仮に、2倍の速度で狩れるようになりましただったら、1人で自分でこうバーってやった時は、1倍だったとしたら、半分のね、ドロップ速度になるみたいなのが多分あるんですけど、そこが、参加したプレイヤーの人数で頭割りした数になるから、だから極端な話、全員が落ちることもあるみたいなイメージですかね。それとか、レジェンドの人が3個落として、SR の人が1個落とすみたいな、そういうこともあり得るみたいな、そんなイメージですかね。じゃあ、そんな感じになってますで、これラストページですね。予定スケジュール、スケジュールですね。CS 環境へのアップデートが9月から10月、来月ですね。来月から10月にかけてということで、ここでロンド鉱石のものが適用されたり、CND のルールが追加されたり、装備の耐久値変わってきます。で、ドロップ判定数も500体になって、おしゃれ装備でロンド鉱石のドロップ率が強化されるシステムのあれだね、おしゃれ装備。だから、CS 環境行くときは、おしゃれ装備持って行ってね、検証してくださいねっていうことですよね。
はい。まあ、ここがまあ、来月ぐらいに予定されております。で、再来月ぐらいが正式サービスということで、まあ、ちょうどだから割とあれかな、リリース2年目のタイミングかなね、本リリース2年目のタイミングぐらいで、ここがガラッと変わるというような印象ですかね。ケース環境で調整した内容をサービスへ適用と。まあ、あくまでやっぱりこれまだ案なので、これが100% 適用されるわけではありません。で、二次元倉庫のアイテム取り出し価格の見直しで、利用可能通貨を優勝エムロンドへ変更。だから異次元倉庫へのこれが結構ネックになってきますね。ここも CND じゃないな、CS 環境で見てほしいけどね。ここだからちょっと怖いよね。だから、ベース SR 優勝エムロンドで50ドルとか言われたらもう発狂もんですからね。まあ、ここはまあ、それなりの感じになるのかな。で、ロンド鉱石のプール数確認用の情報や NPC の設置。ご利用の際は無償エムロンドが必要になります。で、ロンド鉱石はロンド交換所をオープンします。ということで、こちらがまあ全てになりますね。今のところの。ドロップ判定がね、1080から500になりますね。まあ、だからレベリングに入りやすくなってしまうというね。まあ、プレイ時間を減らそうという試みなのかもしれないですが、まあ、どうなんだろうね。でも、1日で稼げるエムロンドの量が減っちゃうから、だからタワーとかね、だから、ね、いけるかな、みたいな。ちゃんといけるかなっていう感じはあるんですけど、まあ、そういう仕様になっていく。まあ、これを土台として、皆さんで議論していきましょうということですね。ということでですね、こう、ざーっと一個一個見ていったんですけど、まあちょっと私のね、まあちょっと個人的なすごい所感にはなるんですけど、個人的にはね、まあ、いいと思いますけどね、結構。なんかなんだろう、やっぱりおしゃれ装備の価値っていうのがあまり確かにないっていうのはあって、まずベース SR 揃えて、で、その後の、まあ、よりステータス伸ばすのに、ちょっとおしゃれ装備ちょっとずつ追加しようかな、みたいな感じだったのが、まあ、よりね、やっぱり、アーンに近づくためには、おしゃれ装備を持ってる方が有利になるとか、まあ、そういったところはすごい嬉しいところではありますし、まあ、CLD のね、変更に関しては、CLD のね、なんかその耐久値のとか、修理費の、違うな、耐久値の減り方に関しては、ちょっとまあ人によるかな、あれは。人によっては、なんか、ね、いや、それを持ってみて、ね、捨てちゃったのに、みたいな、思いますけどね。翼さん、It's a new information from 幻想。yes, it is. It's in English too? Okay, next stream, no. After streaming, I translate, I use automatic translation, for English. Okay. 的なそう、だから、this stream translate to English from Japanese. Okay? Thanks. Okay. Thank you for seeing. ギアちゃんさん、毎日1080買ってる自分としては痛手になる。確かに。ギアちゃんさんめっちゃ買ってるイメージだから確かにね。結構これは寂しいよね。1080やってたのにっていうね。しかも、金額的にもしんどいよね、これね。だから、海岸でだからね、日給10ドルぐらいになっちゃうのが結構しんどいかも。仮時間いつも3時間ぐらいしかしてない。こういうね、188さんみたいなね、方とかも、そっか、まあ。いや、本当にね、日給が高くなるっていうことだから、よりちょっとね、ちょっとこう単価の高い敵を狙おうかな、みたいなのをちょっとね、誘発するような感じにはなりますよね。あすくいさん、1080体毎日結構大変だったからありがたい。まあそうですね、私も結構私もどちらかといえばね、結構1080やるよりか、結構単価高いところを行ってやる派だったので、まあちょっとありがたさはね、私も正直あります。安物にね、まあ時間もね、使わないとなんでね。で、全体的に健全化した感じはありますよね。まあ私もね、正直そっちの印象かな。なんか、やっぱり、おしゃれ、本当におしゃれ装備の
ね、あの仕様、本当にちょっとどうしたものかで、ベース SR がちょっとみたいな。で、ちょっとイメージ的にはやっぱり、無課金さんが、無課金、美課金の方が、じゃあもうちょっと入れないとしんどいのかなっていう風に、ちょっとインパクトがあるかもしれないかなとは思うんですけど、その点に関しては、やっぱりロンド鉱石というのが、一応ね、可能性として、そのエクスポートなくても稼げる要素として追加されるということで、そこが、印象的にはどうなるのかなという感じですね。狩り場を鍾乳洞にしようとか、そうですね。そうですね。キノコはね、魚と違ってね、キノコは魚の倍ぐらいね、単価上がるので、おすすめですよ。そうですね。私もちょっと時間をね、節約しようと思います。右手 SR 買った。私も買いに行きたい。私もちょっと買いに行きたい。もう配信ね、そろそろ終わりますね。ということで、結構私は、個人的にはいい印象を受けております。ただ、もちろん、これがそのまま、もちろん適用されるわけじゃないし、いざ適用された時には、がっかりです、みたいな、そういうね、ことになりかねないとかね、もちろんあるんですけど、そこは、そうならないためにも、やっぱり、皆さんの、やっぱりね、今、多分ここのコメント欄にもたくさんチャットしていただいたんですけど、そういった内容をね、ぜひ運営さんにもこうぶつけて、ね、より良いゲームにしていこうと。で、運営さんとしても、そういったね、スタンスで、待ち受けてるような感じの投稿だったので、もう全然気にせずね、行っちゃいましょうというイメージです。私まだ言ったことないけどね。私はもう養分すぎてちょっと言えてないけど、ちょっとね、思ったことは、言うかな。これを実証するなら、スカラー出した方がいい気がする。なるほどね、スカラーね、確かに。確かにね、CS 環境にね、おしゃれ装備持っていくのもね、なんだかんだお金かかるしね。だからそこをちょっと、ちょっとおしゃれ装備、あれ、本当に異次元倉庫預けるの無料にしてほしい。CS 環境行ったら、お金返してくれるみたいな、してくれたら私もちょっと派遣します。はい。で、あとはロンド鉱石ね、やっぱり、かなりおしゃれ装備に影響あるということで、面白いシステムだなと。で、私結構ね、ラスメモがすごいいいゲームシステムだなと思ってたところもあるんですけど、そこにめちゃくちゃ近い仕様のね、そういった機能が追加されるということなので、そこはね、私としてもすごいポイント高いです。で、あとは、そうだね。なんかやっぱり課題とかもね、なんかこう、やっぱりある程度、ね、認識されてるのかなというのも、結構前からですけどね、本当に、これは本当に元素基地のね、皆さんが長いことをこうね、耐久して見守ってきたおかげでようやくね、ここに着手してもらえるということなので、ちょっと本当に期待して、かつ厳しくね、いろいろ意見言いながら、これ書いてますからね。これらの課題を解決し、プロジェクト、プレイヤー双方にとってのメリットを掲示したいっていうぐらい書いてますから、これ赤字ですからね。他に赤字ない、他に赤字ないのにあそこだけ赤字だからね。だからもうそこをすごい大切にしてるから、もう皆さん、ぜひ意見をぶつけ合っていきましょう。マスクイさん、ラスメモのために元素装備全部6。元素やるために残しておこう。よかったよかった。これでなければ売ってたかも。確かにね、ちょっとね、システム的には私のちょっとラスメモがかなり優位というか、結構プラスだったのでね。それだけじゃなくても、今後新規参入者がおしゃれ買えないものもいると思うから、スカレーは欲しいかな。確かに。そうだね、おしゃれね。なかなかね、手出しづらいもんね。安いとは言ってもね、やっぱり購入のハードルとかもあるしね。メタマスクとかなんかややこしいし、なんか、まだそこまでよくわからないゲームに入れたくないわ、みたいな。当たり前のように5ドルとかでもね、1000円ぐらいするし、みたいな。1食分だし、みたいな。そういう感じでね、あるから、確かに貸し出しのね、制度とかもね、なんかやるとか言ってたのに、やってないじゃんっていうのはあるんですけど、むしろ厳しく取り締まるぜ、みたいな感じのね、記載はあったので、取り締まるなら公式でやってよ、みたいなところはありますよね。はい。ということで、実は本当にちょっと先ほどまでエルフの森の配信してたのに、ちょっとね、引き続き、もうすごいちょっと強烈な情報が流れてきたので、ちょっとね、
今回ね、配信急遽させていただきましたが、すごい、皆さんたくさん興味持っていただいてね、お聞きしていただいて本当にありがとうございます。たくさんコメントもいただいたのでね、私もね、なんかこう、イメージできてなかったとか、あ、そっか、ロンドンの価値下がるかもしれないんだとか、そういった視点とかね、全然ちょっと抜け落ちてたので、そういったところもすごい勉強になりましたのでね、本当にありがとうございます。またね、こういった配信とか、急遽ね、話したい内容とかあったら、ぜひね、今後もやっていこうとは思ってますので、もしよかったらね、今後もよろしくお願いします。それではですね、本日もご視聴していただきありがとうございました。こちらの配信がええなと思った方は、高評価やチャンネル登録をしていただけると、めっちゃ励みになりますので、よかったらお願いします。それじゃあまた次の配信でお会いしましょう。バイバーイ。またねー。バイバーイ。タワー行ってき、SR おしゃれ買わなきゃー。バイバーイ。